西阿波。はい、どうも皆さんこんばんは。第9回ですかね。はい、そうですね。アイ&西阿波のお時間でございます。はい。それでは今日も一日ご苦労様でした。お疲れ様でした。さあ西。はい。私ね、時々いただくご質問でちょっと答えにね困ってしまう種類のものがありまして、はいはい、今日はそのことを聞いていただこうかなっていうふうに思うんですけれども、まあ我々全然素人なんですけれども、一応こういう活動をしていますので、はいはい、やっぱり歌を歌う人として、例えば特定のプロの歌手の方のお名前を出して、例えば桑田佳祐さんとしましょう。まあ例ですよ。例えば桑田佳祐さんって本当に歌うまいと思いますかみたいな感じの質問を、例えばあんまり音楽をなさらない方、たまに聞くかなぐらいの程度の方がよくわからないから、よくそこに親しんでる人の意見一遍聞いてみたいみたいな感じで質問を受けることがあるんですけれども、西そういう経験ありますか？あんまりないですね。あ、ないんですか？だけどまあ23回はちょっと聞かれたことあるんだけども、その時にはまあ私が思うには、まあ発声もしっかりしてるし、歌心もありますねとか、なんかそんな感じでぼんやりお話はしてますね。あ、なるほど。だからやっぱりうまいですか下手ですかっていうかと思いますかっていうことに対してはやっぱりはっきりと一応返事はするんですよね。西なりの見解みたいな感じですよね。まあまあで、私もまあそういうふうに基本的にはお答えするんですけれども、ただ必ず付け加えるのがやっぱり何をもってうまいとするかっていうところの価値観はすごく人それぞれみたいなところがありますので、そうです。だからまあその質問投げかけてきた方自身がうまいと、この歌は素敵だっていうふうに思われるんであれば、例えばそれを歌っておられるのが、まあ例えばプロの歌手じゃなくてね、まあよく芸人さんだとか、まあ声優さんだとか俳優さんだとかね、まあ歌のプロじゃない人も結構曲出したりするじゃないですか。あれに対してどうなんっていうふうに思われてて、そういう質問を受けることが多いから、でも例えばもうがっつりそういう音楽家じゃなかったとしても、素敵なこの人の歌素敵だな、味があるなと思われるんだったら、別にそれでいいんじゃないですかっていうのをまあ必ず一言付け加えるようにしてるんですよ。芸能人の人って意外にうまいよね。あ、そう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 。いや、何この人、お笑いもね超一流だし、歌わしたらまだこんなにうまいの、器用だな、羨ましいなとよく思いますね。いますね。いや、そういう方は実際いらっしゃるし、例えばその歌の細かい技術のことを言い出すと、別にそこまで際立ってるわけじゃないけど、声がいいとかね、めっちゃ味があるとか、やっぱりそれはなかなか普通の人には出せないよねっていう世界観とかね。そうそう、例えばビートたけしのね、あ、はいはい。おいらクジラやでってそういう歌あるじゃね。クジラやで言ってね、紅白でも出てきましたけど、すっごく味があってね、これがやっぱりビートたけしじゃないと歌えん歌だなっていうのが。あ、そうそう。私もね、この間テレビで中井貴一さんが歌ってるのを見て、うわ、うまっと思ったんですよ。中井貴一さんうまかったね。うまかったうまかった。すごくうまかった。だからそれはだからまあもともとその音程とかもすごくしっかりしてたけれども、やっぱり俳優さんならではの世界の作り方みたいなのがあるなっていうね。すごくきめ細やかやったよね。そう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 。やっぱりそう、だからこうやっぱり伝わるものがあるのよね。だからそれはね、全然その歌のプロじゃなくったって十分こうまあお金が取れるというか、人を感動させる歌を歌える人っていうのはやっぱりたくさんやっぱすごいね、いると思いますのでね。でまあそういう質問をいただくことがあって、まあ私自身がちょっと思うことっていうお話をまあしたいんですけれども、例えばそのじゃあ何をもって歌がうまいのかっていうのよくわかんないよねっていう話なんですけど、我々ほらよくカラオケ大会とかにね出てたじゃないですか。私もよく出てたんですけれども、そういうところでよく起こりがちなこととして、その例えば我々が会場で聞いてて、わあこの人うまいな、すごいな、この人はまあ入賞するだろうなっていう人が最終的な結果発表でまあ全く何も賞がもらえなかったりとか、もらえてもまあ一番下のランクの賞、特別賞ぐらいのものはいただけるけれども、こちらがやっぱ客席で聞いてて感動した割にあんまり評価されてないなっていう印象を持ったりだとか、逆に
この人そうでもないなって思った人が優勝しちゃったりとかね、あるね、あるじゃないですか。で、一応我々も、素人とはいえやってるからこういうことを、だから優勝する人がどういう観点で、審査員の人がなぜこの人を選んだのかっていうことは理屈としては理解できるっていうのはありますね。理屈としては理解できるんだけど、ちょっともやが残るような、わかるわかる、結果だったりするわけですよ。だから例えば、西が大好きな M1 とか、 M1 ね、お笑いね、キングオブコントでもいいんだけど、そういうお笑いの賞レースとか見ててもやっぱり似たようなことを思ってて、この芸人さんめっちゃうまいと。でそのテレビ見たらその会場、スタジオで聞いてるお客さんたちもめっちゃ笑ってると、これは結構いい線いったんちゃうかと思ったら、審査員の人たちの点数振るわなかった。意外に振るわないよね、そういうパターンあるよね。なんでって思うじゃない、こうやってお茶の間で見てると。ほんでそうでもないな、あんまりそうかなって思った人がめっちゃ高得点叩き出したりそうやねしてるし、あとはね、もう一つ思うのは、例えば美少女コンテストとか、なんかオーディションとかあったりするじゃないですか。でそういうので1位グランプリに輝いた子が、その後芸能界デビューして、もうそこまで活躍できないのに対して、例えばそういうので2位だった子とか、特別賞みたいなのもらった子がデビューしてブレイクするみたいなことって結構皆さん目にしてると思うんですけど、そういうことでやっぱりどの芸の世界においてもなんかプロの目線でこの人は優れてる、この歌は素晴らしいっていう評価をいただけても、それをお客さんが同じようにジャッジするとは限らない。そうやね、イコールではないと思いますよね。だってお笑いの方でもほら言ってたもんね、なんか審査員の方がなんかいろいろ褒めさやすんだけれども、お笑い芸人のね、いやー素晴らしい、こうしてこうしてこういうコンセプトでお笑いが作られるなんて僕は予想もしなかったって、これは素晴らしい、もう目から鱗でしたとか言われるよね。だから作り手としてそういう作り方もあるのかすげえっていう感じのコメントでしょ。そうで、その目線なんですよね。お客さんが笑うか笑わないかとか喜ぶかっていうところはとりあえず脇に置いて、なんか作り手として感心しましたみたいなのでハイスコアが出てる。そういう風なセリフを言う審査員って必ずハイスコアを出してますね。そうなんですよね。でもそれってお客さんの目線じゃないなって思うので、やっぱりそのお笑いとかの素人からしたら、なんでこの受けてる人がその勝てないのっておかしいなってすごい感じるんですけれども、それは歌の世界でも同じことが私は起こってると思ってて、だからその冒頭の話に戻りますけれども、その誰々さんって歌うまいと思いますかっていう投げかけに対して、例えばプロの方、そういうカラオケ大会で審査する方とかね、がこの人うまいよっていう人と、一般の視聴者とかから見た時のこの人うまいっていうののその物差しっていうのが全然違いますよみたいなね。そういうね、全然違いますよっていう時1回ありました。私もねカラオケ大会よく行ってたんです、過去にね。で年に2回かな、よーく行くカラオケ大会がありまして、結局私10回ぐらい参加させてもらったんですかね。でその10回のうちね、たった1回ねすごいことがありまして、私の知り合いの方が洋楽を歌われて、すごくね右に左動き回って、もう本当のロックのステージを見るような、すごくエキサイトするようなステージで、お客さんももうあっけに取られるというか、飲み込まれてるわけですよ。で歌い終わったらみんなからうわーっと割れんような拍手が起こって、審査の発表の時ですよね、その人ね特別賞って言われたんですよ。一番下の賞ですよね。特別賞って言われた瞬間にもう100名200名ぐらいいる会場のお客さんからかなりの悲鳴にも似たブーイングがうわーっと「おかしいわっていうのがね、それたった1回ありました。でもねそれ分かるんですよ。で多分その審査員の先生からしたら、そのやっぱ右に左に動かれてるっていうことは多少ピッチずれたりとか、おそらくあるんだと思うんですよ。もうよう目つぶってこうやって聞いとったら、あそこの音外したなとか。大概イヤホンしてますからね、カラオケのね審査員って。もうそういうところをもう本当にもう機械的に減点っていうふうにしていくから、減点方式ですからね。だからそうなんですよ。だからその人はいい成績につな
がらなかったんだろうけど、でも私はやっぱりそういうなんて歌もそうだし、そういう芸事っていうのはやっぱお客さんを楽しませて喜ばせてなんぼみたいな風に私自身は思うんです。だからそれだけやっぱ会場を沸かせて楽しくさせたっていうところはやっぱ加点要素として大きいと思うよね。大いに加味するべきじゃないのかなって私なんかは思うんですけれども、まあでもやっぱりそういう世界なんですよね。そうですね。そうなんですよ。で特にミュージカルっていう話をしてくると、やっぱミュージカルの方って、まあ、音大卒業されてる方とかもね、結構いらっしゃるんだけれども、でもちろんそういう方で上手な方もいるんですけど、でも例えばもうどこそこ大学出ましたとか、なんとかっていうコンクールで優勝しましたとか、何々っていう先生に習ってましたとか、まあステータスですね。そう、ステータスだけで例えばじゃあこの人は優れた歌い手なんだっていうふうにイコールでつなげるんではなく、やっぱりご自身の耳でよくよく聞いて、まあ好きか嫌いかでいいと思うんですよ。うまい下手がそのジャッジできなくても、好きか嫌いかっていうところで、いいなと思った方をね、そういうラベリングとは関係なく、まあ、応援していくのが私はまあ健全じゃないのかなっていうふうに、まあ個人的にはね生意気でございますけれども、思うんで、おおミルクちゃん。はいちゃんの笑いでミルクちゃんが驚いて飛んでいってしまう。ちょっと高いところに今止まってますので、ちょっと超警戒モードなんですけれどっていうふうにね、私なんか思うよなんていうお話でございました。そうですね。いやいや本当に愛ちゃんの言うように、時としてやっぱりもやっとする瞬間ってありますあります。で私言ってもいいのかな、のど自慢毎週見てるんですけれども、ここ最近はもやっとしないんですけど、半年ぐらい前からな、半年前からもっと前の毎週見てたらね、なんでそこで鐘鳴らすのとか、なんでこの子鐘鳴らしてあげないのとか、すごくね、私がこれいけると思ったのにダメだったり、これダメだろうと思ったらいけたりとか、もうちぐはぐやったんですよね。それがねすごくのど自慢があって、うわーちょっとこれは全然こちらのね、感想と全く違うような評価をされてるな、面白くないなっていう瞬間がありましたが、ここ最近はしっくりしてるね。まあ苦情が来たのか、まあ社内でもねちょっとねブラッシュアップしたのかわかんないですけど、評価基準がより妥当って言うとあれですけど、我々は見てて納得できるような評価基準になってきたな。この子はなって当然とか、この子はちょっと厳しいんちゃうか思ったら金が2つだけだったとか、今はねいいんですよ。今は見ててですよねっていう感じですよ。でも一時ね確かにおかしかった時期ありましたね。あれっていうねのありましたけれどもね。そうだからやっぱりね、人の判断っていうのはやっぱりちょっとどうしたってもやっとする瞬間はありますよっていう話なんでね。そうですね。でそういうことを言い出したらキリがないなんていう人もいるんですけど、でもねこれはあえて言った方がいいと思います。私は言い続けた方がいいと思います。おかしいですよとか、そういうのはね問題提起としてやっぱりあるべきかなと思いますね。なんか今日はすごく高尚な話をしてるじゃないですか。今日はちょっと切り込んでみましたよ。はい、というような回でございました。またよかったら明日も聞きに来てください。お願いいたします。はい、でした。西でした。アイ&西でした。はい、ではおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。